シンカリオンチェンジザワールドということで皆さん、こちらアニメシンカリオンチェンジザワールドの感想動画となっております。今回は第3話のね感想を語っていきたいと思います。で、第1話第2話のね感想動画も出してるのでよかったら合わせて見てみてください。で簡単にね、ざっくり話しますと、第1話大成大成君というね、人物とか、他の人物の紹介とかいろいろありまして、で、シンカリオンに乗りますって大成が言ったところで、話が終わりました。で第2話、はい、実際にシンカリオンに、乗っちゃいます。はい、でシンカリオンに乗って敵を倒して、で、悩んでいたんですけれども、鉄道部とエルダに入ることを大成君がね決めて第2話が終わります。はい、そして、今回のね第3話につながるわけですけれども、はい行きましょう。第3話、足りない適正値。正式に鉄道部の一員となった大成は高輪にエルダを案内してもらい、シンカリオンが開発された理由、そして行方不明の姉イナがかつてシンカリオンの開発に関わっていたことを知る。そんな中、アンノーンが今度は亮太の故郷敦賀に出現。故郷を自分の手で守りたい亮太だが、彼の適正値は足りておらずという感じです。はい。でね、ここに書いてる通り、最初はこの高輪先生が、エルダのメンバーを紹介したりとかね、施設を紹介したりします。カイジさん、ソラチさん、三好さん、タンゴさん、アガノさんいますよと。でこのアガノさんが大成君の、姉大成稲さんのことね、イナッチ知ってるよとかってちょっと慣れ慣れしくね喋ってて、すごい人だよとかって言ってくれて、でこの高輪先生が、そのシンカリオンについて、お話をねしてくれます。今から10年以上も前に突如現れたこのアンノーンっていうね謎の、怪物がいると。でそれの対策として、なんと天才エンジニア鍋島筑後さんが、エルダを創設しシンカリオンを開発したんだよってことをね喋ってくれるんですけれども、この鍋島さんって方はねこのキャラクターの中にねいないんですよ、ここのホームページのところには。っていうのもこの会話の中でしか名前が出てこなくて、実際にこういうキャラとしては出てきません、ビジュアルとかとしては。っていうのも鍋島さんはもうこの世にはいない人物っていうことがね、語られます。なのでいろいろ聞きたいんだけどももう聞けないよと、いうことが、ここでね、分かりますと。はい、で大成もね、適正値って何ですかとかって聞くんですけれども、適正値は分からんってねちょっと門道がね言って高輪先生が言って、でも心技体がちょっと総合的に高いレベルにあることかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第ですっていう話をして、はい。でその話の中ずっと大成じゃないね、この亮太はちょっと歯を食いしばると、その適正値という言葉にね、ちょっと何かあるんでしょうね。はい。で、お昼、はい、購買でパンをね、みんなで買って、で、談笑してます。で廊下を歩いてる時に大成がある人にぶつかります。こちらフォールデン茜、これめっちゃね優しそうな顔してるんですけど、その最初の時のフォールデン茜めっちゃ怖い顔してるんでね。はい、で第2話でねいろいろちょっとありまして、大成にまた嫌味を言ってくると。でそのフォールデンに対して亮太はね、ふざけて、で、にゃははって言って笑って、ごまかしてね。はい。いやなんかね亮太はことあるごとにそのムードメーカーなんでね、その場の空気を読んでその空気を悪くさせないためにこうごまかしてにゃははっていうのが彼の処世術なんです。そういう男の子なんです。優しいんですよ。はい。処世術っていうのはなんか世当たりみたいなね、そうやって今まで生きてきましたよっていうことなんですけれども、はい。です。で放課後鉄道部のみんなねこの3人で、
バーチャル空間で運転シミュレーターでね訓練しようってことになるんですけれども、そこで亮太が運転ね、訓練します。でその大勢がこの新幹線〇〇で〇〇なんだよとかって言うんだけど、亮太はそうなのみたいなことを言って、舞があんたそんなことも知らないのって言って、で亮太はそれに対して、いや俺知らなくても全然できるからって言うんですよ。実際ね亮太はそういう知識はないけれども訓練はね真面目にねやっててできてるっていうねことなんですけれども、で舞がねそれに対してまた怒って、あんたほんと昔から変わんないよね、すぐそうやって笑ってごまかそうとする。それが亮太の処世術なんですけれども、はい。で舞がね、さっきのフォールデン君にもビシッと言うべきだったんじゃないのって怒るんですよ。でここら辺で子供の頃のね回想シーンが入ります。この舞と亮太は子供の頃からずっと一緒にいました。でその時も一緒に遊んでいて、子供の頃にね、鉄棒で遊んでました。で舞が逆上がりがねすごい上手にできてて、亮太にも逆上がりしてみてよって言います。で亮太が逆上がりをね何回も挑戦するんですけれども1回もできないと。で結局最後はふざけてなんか違う技をやってにゃははって言って笑います。はい。昔から亮太ってそうだったんだなっていうのがねここで分かりますと。で舞がなんか昔そんなことあったよねって言うんですけれども、亮太はそんなことあったかって言ってとぼけます。きっと覚えてると思うけどとぼけます亮太は。はい。で、運転シミュレーターで、その新幹線をねじゃあ停車させますってなるんですけれども、亮太はここで5メートルオーバーしてしまいます。停車位置を。おそらく普段はそんなことないんですけれども、この日に限ってミスしてしまいます。で亮太はうつむくと。はい。でねここで特になんでミスったかとかは語られないんですけれども、おそらくね僕の考えなんですけれども、さっきの回想シーンの鉄棒で逆上がりができる舞と逆上がりができない亮太自分ねっていうのと、今現在のシンカリオンに乗れる大勢、そしてシンカリオンに乗れない亮太自分っていうのを今のね話のきっかけで思い出して比べちゃって照らし合わせちゃって、俺って昔から何も変わってないんだなみたいな思ったりとか、その前のね、すぐ笑ってごまかすっていうところ、がちょっと図星で、でね運転シミュレーターに集中できてなかったんじゃないかなと僕は思ってます。それでミスしちゃったのかなと、はい、思います。で亮太がミスした後に、いや鉄棒の時になんか面白いことを言ってればよかったなって思ってたらミスしちゃってみたいなことを言ってねまたごまかしますと。はい。で舞がだからそういうところだって山出身だから鉄棒くらいできるんじゃないのといきなりね山の話をし始めて、亮太がいや敦賀出身だけどそれは偏見だよって言うんですよね。でここで亮太は幼稚園の頃まで敦賀っていうところに住んでいたことが判明します。で、この会話はねおそらく亮太が敦賀出身ってことを視聴者に伝えるための、ね、会話だと、思いますけれども、そこで大勢が僕お姉ちゃんと敦賀鉄道資料館に行ったことあるよって言って亮太も俺もじいちゃんと敦賀鉄道資料館に行ったことあるぜって言って、じいちゃんは北陸トンネルの作業員だったんだぜって言うんですよね。そしたら大勢がすごいね、くずりゅうくんのおじいちゃんすごい人なんだねって感動しますと。そしたら亮太が天国のおじいちゃんが喜ぶよってね敦賀トークに花を咲かせますと。はい。ここでなんとこちら敦賀鉄道資料館近くにアンノーンが出現してしまいます。
なんとね、亮太の出身地、じいちゃんとの思い出の地、はい、大勢もお姉ちゃんとの思い出の地ですね。はい、で亮太ここで適正値を見るんですが、適正値足りません。なのでシンカリオンには乗れません。はい、で大勢がね、大勢はね適正値高いので、シンカリオンに乗れますということで E5 はやぶさで出撃します。はい、で、まあね、前回1回目の出撃で今回2回目の出撃で、もちろん実戦経験が足りないんですけれども、姉との思い出の地、はい、前回は橋を守れませんでした。お姉ちゃんとの思い出の橋だけども、そのね、前に学んだことを生かしてね、はい、そこで、諦めてその失敗して歩くのをやめるんじゃなくて、もう一回立って、歩き続けるっていうのをね、お姉ちゃん言ってたなとね、はい、それで、今回は何が何でもこのお姉ちゃんとの思い出の地を守るぞってことで、なんとかアンノーンを撃破します。はい、おめでとう。ね、この大勢も成長してます。はい。で、ここでハッピーってなるかなって思ったんですが、亮太はうつむいてます。あら、どうした亮太と。舞がね、ここで、よかったじゃん。敦賀が守られてって亮太に言うんですけれども、亮太聞こえてないんですよね。なんか考えてるんでしょう、きっと。うん。なんか、そこで舞が、なんかおかしいなと思って、亮太って言うんですけど、そこでやっと亮太が、我に返って、ってなって、まあ、俺の代わりにしちゃよくやってくれたぜ大勢、褒めて使わすとかって言ってまたごまかすんですよね。でにゃははとかって言って笑うんですけれども、舞はこいつなんかおかしいぞと、なんか違和感あるなとね、そこにやっぱ気づいてるんですよ、昔から一緒にいるからね。っていうところで終わります。いやちょっとね、この第3話だけだとモヤモヤするかもしれないね。なんですけれども、第4話でね、つながりますので、第4話につながりますので、もう今ね一気見できるから、そのなんか例えばこのね見れる人はね、配信サービスね登録してる人は一気見できるんで、一気見してみてください。はい。いやー、これね、亮太の気持ちめっちゃわかりますよね。いやだってさ、小さい頃にアンノーンに襲われて、それをシンカリオンに助けてもらって、その頃からずっと訓練してシンカリオンに乗るためにね、エルダに入って訓練してるんですけれども、未だ適正値は低いで、シンカリオンには乗れない。なのにいきなり出てきたどこの馬の骨かもわからんやつが、その訓練も全然何もしてないのに、いきなりシンカリオンに乗る、俺の憧れのシンカリオンにいきなり乗って敵を倒してる。しかも俺とおじいちゃんの思い出の地、この、敦賀鉄道資料館が、アンノーン、ね、に襲われてるってのに、俺はシンカリオンに乗れないっていうのか。なのにいきなり出てきたこいつが、まあそこまで思ってないかもしんないけど、シンカリオンに乗れてんのに、俺は笑ってごまかすだけなのかみたいな。でも亮太は優しいから、今までのね話エピソードとか見てもらったらわかると思うんですけど、優しいからそんなことは絶対口にしません。俺の方がシンカリオンへの気持ち強いし、うまく使いこなせんだって思ってるかもしれないけど、絶対言いません。亮太は優しいから。で亮太は笑ってごまかしたりとか、その場の空気を壊さないように、ムードメーカーとしてね、そのキャラに徹するんだけど、本音は言えてないから、やっぱね、亮太も、やっぱその人間だからさ、なんかやっぱ気持ちが沈んだりとか、悔しいとかは
あるんだけど、それを押し殺してまで自分のキャラをね、全うしてんだよね、亮太って。そういう処世術なんだよね、亮太は。そういう人間です。で、第4話につながります。皆さん。はい。次の話ね。亮太の本音。まあ、ということでね、次も楽しみにしていただければと思いますので、皆さんも何か、コメントなどありましたら、亮太に関してでもいいし、この第3話に関してでもいいし、そのね、違う、ね、このシンカリオンかっこいいよねとかでも何でもいいので、コメントね、よろしくお願いします。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、X、TikTok のフォローなど、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。